韓国ソウル地下鉄シンドリン駅。着いた地獄のシンドリンと言われるほど乗り換える人が韓国トップクラスのこの駅。さて今日行くところはこっち。今日のメニューはトゥッペキいっぱい大きな幸せ。それを体現するためシンドリンの街をコチュワサビが今日も行く。2番出口を出てまっすぐ。あれ、なんか下に書いてある。ピョンファを英語、中国語、日本語となぜかタガログ語。俺はお腹の平和を願ってる。またなんか書いてる。グロードウェイ。多分ここグログやからブロードウェイとかけてるんやと思うけど、そういや駅前にもこんなんもあったんよ。ダジャレの精度はともかくやってやった感は嫌いじゃない。この街は劇場の看板より桜が綺麗に咲いている。そのまままっすぐ来ると国際飲食文化通りって書かれてる。いろんな国の料理が味わえるみたい。こっから見た感じ全部韓国料理やねんけど、さっきこんなんもあってんけど、よく見たら各国の料理もあるんかもしらん。でも俺はあってもなくても関係ない。ここでは韓国料理さえあればいいのである。着いた。早くもこしトゥックナンクパパングルピロハムニだ。今日のお店はネコヒャンソモリクッパ。俺のコヒャンは大阪やけど帰ってきたつもりでここまでやってきました。入店です。こちらのメニュー、シンプルイズベストを表現したこの一枚。食事類でソモリクッパッとスンデグ、おつまみではスユ、モリコギ、そしてスンデチョンゴルがある。じゃあ注文しようか。 주문해도 돼요? 소머리국밥 하나랑요. 그 수육 머리고기 반반 넣어주세요. 아 그리고 소주도 한 명 주세요. 진로요. 네, 진로요. 예. 最近こういうの貼ってる店多いよね。キムチは直接つけてますっていう張り紙。そんな時 수육이랑 머리 투원이랑 반반 있는데. 아 그러셨구나. 아 그러면 머리고기를 주세요. 네, 예. 감사합니다. あれ、以前あってんけどな。俺の記憶が正しければ。わかった。モリコギ一本真っ向勝負や。店内は地元にある老舗の食堂という雰囲気がかなり強めに漂っている。そんな中用意していただいた基本のおかずはキムチ、角テギ、玉ねぎ、ニンニク、生ニンジン、そしてサムジャン。できた。こいつがないと始まらんやろ。ぐる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 。トゥッペキの隣はガマちゃんが予約済みやでローリング。他のテーブルでも昼間から飲んではるわ。背徳感という最高の調味料を存分に味わいたいよね。本日最初の一杯。今日なんかスルスル入っていく。春霞境をほどくグロードウェイ。ありがとうございます。さっき壁にも貼ってたキムチから一口いくか。ガマちゃんの余韻の中パクリ。シャキシャキさの中適度に出てる酸味がクッパッとは合う。いいよ。その流れで人参、サムジャンとご対面。そのままかぶりつく。音だけで癒される。こいつも負けじと。こっちもいい音。ドルビーサラウンドの嵐。残った半分も。そんな時コンロが来た。これが置かれたということはそろそろあいつが来るタイミング。次目開いた時来てるはずや。
湯気が出だしたら開けてくれと言われた。俺の頭からも湯気が出てまうほどの食欲を蹂躙するビジュアル。じゃあまずはやはりお肉から。もう箸で掴んだだけでプニプニ感がわかる。ふうふう。横がも拝みながら最初はそのままで一口。噛む楽しさと溶ける感じが同居してる。まるで異世帯住宅や。は？次はお塩を準備。再び肉を確保する。ニラも一緒についてきた。じゃあこいつも一緒に連れて行こう。右手左手のわんぱくさ、もう早くも止まらない。まずはぐいっと一杯。そしてお塩に手は踊り続ける。そう、こうやってお塩で食べると油の甘みを引きずり出してくるんよって思ってたら、来たてっぺんいっぱい大きな幸せ。まずは中身を確認。分厚く切られたお肉がゴロゴロ、そして春雨が入ってる。じゃあこのスープに飛び込むとするか。まずは具には手を出さずスープだけ。こぼさないように口に運ぶ。なるほど、自分で味を組み立てる白紙のキャンバス。お塩、新しいスプーンを準備。一口飲んで思ったのは、食べながら好みに調節した方がいい。まずはお塩を少々振りかける。正直最初は少し薄いかなと思うぐらいがちょうどええ。ぐるぐるぐる適度に混ぜたら再びスープ。ここで基本の味が決まる。ちょうどええ。じゃあ中のお肉をすくい出す。ライフジャケットも装着済み。さあ飛び込め。一口。淡白なスープに使ったお肉は驚くほど臭みはなく、誰にでも食べやすい優しい味。そしてこの春雨もスープの旨味を容赦なく吸い込んで俺の口にも吸い込まれる。食感のアクセントがええ。こうなったら格闘技2段。そのままパクリ。スープが優しいからこの酸味で輪郭を足す。プルプルコラーゲンも発見。春雨もえらいプルプルしてるけど、ダブルプルプルや。スープの透明度に対抗し始める。一瞬にして洗い流すための清水。ループの始まりである。ほら言わんこっちゃない。洗い流すと欲しがる渇望の連鎖。ここで寝てまうかも俺。次に準備するのはこのセウジョ。小さなエビたちを小皿の上に大放流。脂身の部分と赤身の部分をバランスよく2枚づかみ。そして小エビたちのお出迎え。パクリ。やはりセウジョにつけると旨味が締まっておつまみになる。盛りこぎの中にはスンデも。スンデにはお塩を少し。正直言うと普通のスンデやけど、こう横についてくると嬉しいもんがあるよね。もう完全に口がおつまみになってしまった。こうなってしまった以上、あとは流れに身を委ねるだけ。だが欲望のボルテージは別問題。こっちは完全に独走中。人生はうまくいかないことが多い。ため息が出た分ガバちゃんを入れていく。そしてパクリ。柔らかいのに物足りなくないこのお肉が最高。一歩ずつ段階を踏んでいけばええんよ。このドヤ顔。さてこの出番はクッパやからね。これは外せない。すぐにはドボンさせない。後々のことを考えて、まずはこれだけをスプーンの上に乗せていく。鉄壁の中からお肉、ご飯と結ばれる。そして手にはブーケが必要。はい、完璧。
この一さじの上には夢も希望も詰まってる。一口。やはりここにはセウジョが正解。俺は小さな巨人と呼んでいるが、その実力今日も健在。お米が入ると自然にキムチ。おつまみと食事の間を行ったり来たり。いい。ドボンはまだまだ。いろいろやりたいの。とか言いながらドボンさせてるやんって言いたい気持ちはわかる。浸してるだけ。そいつをパクリ。浸すだけなのはご飯がメインだということ。ドボンしちゃうとスープが前面に来ちゃうからね。次はカクテギも仲間入り。個人的にはキムチもええけど、やっぱりここはカクテギが合うよ。すごくいい。最終ステージの前には準備運動。お肉たちを目の前に広げ、ニラもごっそり。再びあいつがよみがえる。小さな巨人。ここに鎮座、おまけのニンニク。覆いかぶさる。やっべ、さっきまであんなにウキウキしてたのに、今日一番の真剣さ。ここまで持ってきた俺を褒めてあげたい。また味が変わる。肉の旨味にセウジョの風味、ニンニクの香りに包まれるシャキッとしたニラ。これから待ち受けるステージの前祝い。手は動いてるけどトゥッペギに向かって熱視線。グイグイ。ここでようやくご飯をドボン。このご飯とスープが絡まる様子、いつ見てもいい。お、残ったご飯粒はフライングゲット。お肉と共に引き上げる。そのまま口に運ぶ。米が入るだけでこんなにも世界は丸くなるのか。ただもうちょっと欲張りたい気持ちがふつふつと出てくる。赤身の肉だけを選び重ねていく。山道とかにある積み重なってる石のように。道しるべやからなこれは。そいつをドボン。もう迷わない。正直言うと追加せんでももともと結構肉は入ってた。そこに追加もさせるという暴挙の極み。この男暴君である。これ一気にいけるか。そんなと言わぐもんだ。肉の食感もダイレクトに響く。まだまだ。すぐ口に入れてここで思い出す。最初言うたよね。自分で味を組み立てる白紙のキャンバスやと。ここで登場。タデギ。タイミングをずっと測ってたんよ。もちろんゆっくり混ぜていく。白紙のキャンバスに徐々に色がついていく瞬間、この流れで引き上げる。ここまで後味の軽さが際立っていたスープにほんのりと刺激が入る。再充電されたかのようにスプーンは上下をやめない。勢い余ってスープが暴れる。俺の目も洗い流してくれる。クッパもそうやけど、この盛りこぎも食べるたびに満足度を積み重ねる。積み重ねるか。よし、積む。そしてもう一切れプリーズ。これも積み重ねる。盛りこぎサンドウィッチを下からかぶりつく。即席にしては完成度は高め。そんなことをしているうちにトゥッペギの中も寂しくなってきた。本当はもう一個やりたいことあってんけどな。カットギの汁を入れるという一大イベントもあってんけど、そこに行くまでにトゥッペギがもう傾いてしまってる。スープを飲むとそこに溜まったご飯も口に入れ、必殺トゥッペギ90度完食。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。白紙のキャンバスにはガマちゃんの足跡もついている。だから最後の一滴まで。このお店は地元の名店らしく、近所から来られてるような人が入ってくる。こういうの好きやで。ってことで本日最後の一杯。残ったスンデにニラを乗せる。まっちゃんごの一口はこいつで決まり。
そういや、テーブルの上にはもう一つ何かが置かれてる。オープン。エゴマの粉やったか。カクトゥギの汁もこいつも入れることができんかった。タウメとおるけよ。シンドリン駅から徒歩10分圏内にあるソモリクッパのお店。鉄壁いっぱいの幸せをまた感じてしまった。クッパもええし、森コギがまた抜かりない。いやー、大満足や。なんやこれ。配管の内視鏡検査って書いてあるんやけど、いや、内視鏡言うたら胃とか思い出してしまうよね。やらなあかんよね。お前もお検査やってるやん。目バッチリ開いてるけど。綺麗な桜の下で皆様の健康を祈っておきます。ということで、今日の食物語はこれでおしまい。잘 먹었습니다。